こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識や、食と健康、そういったことをテーマに、お話をしております。で、発酵食についてですね、いろいろ詳しい、知識とか、あとは、発酵食を使った、便利な調味料の作り方とか、そういったものをご紹介しておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録お願いいたします。で、今回はですね、前回前々回と続けてやっています発酵食を取り入れた保管食、離乳食ですね、保管食のお話とか、あとは産後のお母さんの食事のお話、そういったことをしておりまして、今回はですね、なぜ発酵食品を赤ちゃんの食事に入れていくといいのか、そういったところの根本の部分をですね説明していきたいと思います。はい、ということで酵素のお話になるわけなんですけれども、酵素ってですね、すごく酵素を摂ると体にいいですよというふうに言われていてですね、酵素ジュースなんていうものが流行ったりとかですね、酵素サプリっていうものがあったりとかですね、結構酵素を摂るといいですよっていう考えは定着してきていると思うんですけれども、そもそもですね、その食べ物から、酵素を摂取していくと、いいんですが、どういった食べ物にたくさん酵素が含まれているかといったところなんですけれども、世の中ではですね、いろんなことが言われていて、生の食材にたくさん含まれていますよとかですね、あるんですけれども、やっぱりですね、この発酵食品にはすごくたくさんの酵素が含まれています。で、どれぐらい含まれているかというとですね、生の食材、よく言われているローフードとかって、今も流行ってるのかどうかわかんないんですけども、そういった、ローフードみたいな生の食材を食べるっていうのがあると思うんですが、その生の食材に含まれている酵素の量とは比較にならないぐらいたくさんの酵素を含んでいるというふうに言われております。それが発酵食品ですね。で、ここでちょっと勘違いしてはいけないのが、じゃあ発酵食品だったらどれもこれも、たくさん酵素が入っているのかというと、そうではないんですよね。発酵食品って、世界中にいろんな種類のものがあって、ヨーグルトとかチーズとかもそうだし、テンペとかキムチとかも発酵食品ですよね。そういったザワークラウトとかもですね、そうなんですけれども、数ある、発酵食品が全て酵素たっぷり入っているかっていうと、そうではなくてですね、ここに書いたこの麹と納豆って書いてありますけども、実は発酵食品で酵素がたっぷり入っているっていうのは、この2つなんですよね、主に。他のものにももちろん入っていますけれども、たくさん含まれているかって言われると、酵素たくさん入ってますよっていうのはこの2つになります。で、これ麹と納豆なわけなんですけれども、これ2つ比較すると、納豆に比べると麹の方がはるかにたくさん酵素が入ってます。麹の次に納豆という感じですね。で、これ麹は麹といってもですね、麹もいろんな種類があるわけなんですけども、これは日本人が、使っている、日本に生息している麹カビというものを、対象にしています。なので、中国とかですね、アジア圏にも麹ってあるんですけれども、そういったものよりもやっぱり日本で生息している、日本で使われている麹がたっぷり酵素が入っているということなんですね。だいたい100種類以上、種類としてはですね、100種類以上入っているというふうにも言われておりまして、とにかく、食べ物の中で酵素がたっぷり含まれているのって何って言われたら、何を差し置いても麹なわけなんですね。で、麹に含まれているからといってその麹を直接食べたらいいっていうわけではなくって、麹から作られている発酵食品ですね、そういったものにはたっぷり酵素が入っていますので、日本の伝統的なですね調味料、味噌とか醤油とか、みりんとか酒とか、お酢とかですね、そういったものとか、あとは甘酒とかですね、甘酒、ひしお、そういった、ものにたっぷり含まれております。で、甘酒とかひしおの作り方とか活用方法についてはまた別の動画でご紹介しておりますので、ぜひですね、動画の
タイトル欄ですね、タップしていただきますと概要を見ることができますので、気になる方はそちらから見てみてください。ということで、酵素をたっぷり摂りたいってなったら、やはり日本の発酵食品を摂るのが一番効率がいいということなので、まずはですねそちらを踏まえてですね、じゃあ、その下に書いてある消化にいい食べ物って何っていうところなんですけれども、これは酵素を食べると摂取すると健康にいいですよっていう話とかからは若干ずれる感じはするんですけれども、酵素が、人間の体にとってどういう役割をしてくれるのかというところでですね、消化にいい食べ物を作ってくれるっていうのがその役割の一つなんですね。で、消化にいい食べ物ってじゃあ一体何っていうところなんですけれども、それはですね、その答えは、ここに書いてありますようにすでに分解されているものなんですね。どういうことかと言いますと、食べ物はいろんな、構造をしていていろんな成分が入っているんですけども、その食べ物を加熱したり、水につけたりとか、いろんなことをすることによってそこに含まれている成分が分解されて分子がどんどん細かくなっていって、で分解されることによって人間が食べれるぐらいのものになったりとか、あとはその分解されたものを人間が食べてですね、人間が自分の体内に持っているこの酵素ですね、消化酵素というものを使ってどんどん分解していくわけなんですね。で分解して分子を細かくしていくことによって消化吸収することができるというわけなんですけれども、それがですね、どんな食べ物でも、少しは分解した状態で食べることが多いと思うんですけれども、そのまま生のままですね食べることももちろんありますが、加熱をしたりして、若干分解を進めてですね食べるってことが多いですが、それだけでは当然そのまま丸のまま、飲み込んだり、噛んだりしてもですねそのままでは栄養として、消化吸収できませんので、自分の体内で持っている消化酵素ですね、これを使って分解していくわけなんですけれども、そのですね体内で消化をするという動作をすることによってやはり体内持っているこの消化酵素が失われていくんですね。使われるので失われていくし、それを使う、消化をしていくっていうことによって、体に多少なりとも負担はかかっていくわけなんですね。消化をするってことは、体にその分負担をかけている、負荷をかけているということになります。なので、できればですね、あまりその自分の体内の消化酵素を使わずに、栄養を吸収できれば嬉しいですよね。負担をかけづらいということになります。そうするとですね、もう食べる前からすでに多少分解されているものを食べた方が、体に負担をかけづらいので消化にいいということになるんですね。どういうことかというと、例えば何かその野菜とか、ものをですね、お米とか分かりやすいと思うんですけども、お米を生のまま食べることってできませんよね。水に浸して加熱して、水に浸して加熱するっていうところが分解しているっていうことなんですけども、そして、炊くことによって分解されているので、人間は食べることができますよね。そういったところで、分解調理することによって、分解、していくんですけれども、それをやっていく、さらに、米が炊いた状態だと結構分解されているんですけども、そこからさらに進めてもっともっと分解を進めていけばより体に負担がかからない状態で食べるってことができますよね。なので普通に炊いたお米よりもおかゆの方が消化にいいですよね。それはなぜかというと、普通に炊いた米よりもさらに分解が進んでいるから消化にいいというわけなんですね。なので、消化にいい食べ物っていうのは、人間がこの体内自分で持っている消化酵素をそこまでたくさん使わなくってもすでに分解されているので、消化吸収しやすい状態になっているものということなんですね。それが、消化にいい食べ物の定義ということになります。
ということで、それを踏まえてですね、その麹が持っている酵素が何をしてくれるのかといったところなんですね。でこちらにちょっとだらっと書きましたけれども、麹というのはものすごくたくさんの種類の酵素を保有しています。で、その中でもですね、代表的な酵素を4つ書きました。でこれがですね、それぞれどういう働きをしてくれるのかといったところなんですけれども、これですね、アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼ、セルラーゼと4つ、代表的なものを書きましたけれども、これそれぞれですね、いろいろ役割があって、この矢印、でんぷんをブドウ糖に、するっていうこの矢印の部分、これはですね、分解をするという意味の矢印です。なので、酵素、麹が持っている酵素っていうのは食べ物を分解してくれる働きがあるということなんですね。はい、で具体的に、どの酵素がどういうものを何に分解していくかというところなんですが、これは本当にですね、発酵の基礎ですね、基本的な部分になります。はい、これを知っていれば、発酵食品って素晴らしいんだなっていうことが、分かるというところなんですけれども、順番に説明していきますね。まずアミラーゼですね。これはアミラーゼという名前の酵素です。麹が持っているアミラーゼという名前の酵素なんですけれども、アミラーゼが何をしてくれるのかというと、でんぷんをブドウ糖に分解してくれます。なのでお米なんかに含まれているでんぷんをですね、ブドウ糖に分解してくれますので、これ甘酒で例えると分かりやすいんですけれども、甘酒って、原料お米だけ、ほぼお米だけなのにもかかわらずすごく甘いですよね。砂糖とか一切入ってないのに甘いです。それなぜかというと、そのお米に含まれているでんぷん質が麹の酵素のアミラーゼによって分解されてブドウ糖という糖になるからなんですね。ブドウ糖っていうのは糖なので甘いです。はい、ということで、甘酒は甘くなるということですね。甘酒が甘くなる理由は麹が保有しているアミラーゼという酵素による分解によるものなんですね。はい、では続いてプロテアーゼですね。このプロテアーゼという酵素はタンパク質をアミノ酸に分解してくれます。これも分解なわけなんですね。これ例えばですね、お肉とかお魚とかを麹とかが、使われている発酵食品につけておくと、塩麹とかですね使われている方多いと思うんですけれども、そういったものにつけておくとなんか柔らかくなったりとか、味がちょっと美味しくなったりとかしますよね。それは、どういうことかというと、そのお肉ならお肉に含まれているタンパク質がこのプロテアーゼによって分解されてアミノ酸に一部なっているからなんですね。アミノ酸っていうのは何かというと、いろいろあるんですけれども、一つはうまみ成分ですよね。このうまみ成分のアミノ酸がここで、作られるというか分解してアミノ酸になっていることによってうまみが添加されたりするというわけなんですね。はい、なので発酵食品、塩麹とかにお肉をつけといてなんか柔らかくなったりとか、なんか美味しくなったりとかするのはこの麹が持っているプロテアーゼという酵素のおかげなんですね。はい、ということで、続いてリパーゼですね。こちらの酵素はですね、これは脂質分解ですね。脂質を脂肪酸なんかに分解してくれるという働きを持っております。でそして最後セルラーゼですね。これはセルロースというものをオリゴ糖に分解してくれるという作用を持っております。でこれセルロースって何かというと、これは食物繊維の一種ですね。お野菜なんかに含まれている食物繊維がセルロースになるわけなんですけれども、このセルロースっていう繊維はですね、結構強い繊維なので、あんまりたくさん大量に取りすぎると逆に腸を傷つけてしまったりとか、そういったこともあるんですけども、そのセルロース繊維というものをですね、この麹が持っているセルラーゼという酵素はオリゴ糖に分解してくれます。これオリゴ糖って何かというと、この腸内細菌の善玉菌の餌になる
ものですよね。なので腸内環境にとってすごく、嬉しい糖がオリゴ糖なわけなんですけども、そういったセルロース繊維をオリゴ糖に分解してくれるという働きがあります。はい、ざっと説明、したんですけれども、麹が保有している代表的な酵素には、こういった働きがありますよということなんですね。でこれがじゃあ何なのっていうとですね、とにかくこの食べ物を分解してくれるというところで、要はでんぷんがもうブドウ糖になっている、タンパク質がアミノ酸になっている、脂質が脂肪酸になっている、そういったことが行われることによって、例えばですね、そのでんぷんのままお米の状態で食べるよりかは、ブドウ糖にまで分解されている状態で食べた方が、より分解が進んでいるので、人間の体にとって、負担がかかりづらいですよね。消化にいい食べ物ということになります。なのでこっちよりもこっちの方が消化にいい、こっちよりもこっちの方が消化にいいということなんですね。なので、結論から言うと、麹が持っている酵素というものが人間の体にとって消化にいい食べ物を作り出してくれるということなんですね。なので発酵食品っていうのは麹が関わっていて、こういった分解が行われているのが発酵食品なので、発酵食品を食べると体にいいというのは、その、体にいいと言われる一つの理由としては、人間が自分の体内で持っている消化酵素をそんなにいっぱい使わなくっても、もうすでに分解しておいてくれている食べ物なので、発酵食品は消化にいい食べ物ということで健康にいいというふうに言われているわけなんですね。はい、かなり駆け足で説明してしまったんですけれども、こういった原則をもとにですね、いろいろと食事に発酵食品を取り入れていくわけなんですけども、これが分かっていればですね、なぜここで甘酒を使うといいのか、なぜここで皮脂を使うといいのか、なぜ味噌を食べるといいのか、そういったことが見えてくるんじゃないかなというふうに思います。でですね、今回はメインは赤ちゃんの食事ですね、離乳食、保管食といったところの、お話なんですけども、前回の動画で赤ちゃんの食事にまず、最初にですね、お粥ならお粥に甘酒を少しだけ混ぜてですね、ちょっと分解しておいて食べさせてあげると、いいですよというお話をしたんですけども、それはなぜ甘酒を使うといいのかっていうところが、ここですよね。甘酒には、この麹の酵素であるアミラーゼが含まれておりますので、そのアミラーゼがですね、お粥の中のでんぷんを少しブドウ糖に分解してくれるわけなんですね。なので、その分解されているという作用によって、そのままお粥そのままを赤ちゃんが食べるよりもちょっとだけ、アミラーゼによってブドウ糖に分解されているお粥を食べた方が、赤ちゃんのその未発達な胃腸にとっては非常に負担がかかりづらい、赤ちゃんに優しい食事を、作ってあげるということができるというわけなんですね。はい、なので、離乳食に、もうですね、甘酒とか皮塩とか、お味噌とかですね、そういったものを活用していくといいですし、産後の消化機能が弱っているお母さんにもぜひですね、こういった形で分解されているものを取り入れていくと、とても体に負担をかけづらくて、いいですよという話になるわけなんです。はい、ということで、今回はですね、人間が持っている酵素の話とか、発酵食品に含まれている酵素がどういう働きをするのか、そういったことをお話ししていきました。今回の動画は以上となります。で、離乳食に特化したお話をですね、発酵保管食講座というものなんですけども、そちらもですね、リリースしておりますので、これから赤ちゃんに
離乳食を始めようと思っているっていう方とか、今妊娠中の方とか、産後の方、あとはですね赤ちゃんのお世話をする予定がある方とかはですね、ぜひですね、そちらの講座を見ていただくと、いろいろ参考になることが、あると思いますので、動画のタイトル欄タップしていただけますと、そちらの詳細見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。あとは、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。